皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。ゆきです。本日はアニメイトジフのイメージトゥイメージの使い方を見ていこうと思います。前回はテキストトゥイメージの見方をかなり細かく見ていきましたが、それとは違った方法で動画をコントロールすることができますので、ぜひ一緒に見ていきましょう。まだまだこれはうまく動いていないのですが、モーションローラなるものが開発されていますので、最後にそちらの方もチェックしていこうと思います。それでは早速イメージトゥイメージのアニメイトジフの使い方を見ていこうと思います。使い方ですが、イメージトゥイメージの画像置き場に画像を置いておくと、その画像が動画の初めのフレームとして認識されます。また、これはまだ実験的で、うまく働くかわからないとホームページに書いてあったのですが、最後のフレームに指定する画像を入れる場所がアニメイトジフのタブにありますので、そこに画像を入れておくと最後のフレームも指定できるというものです。これは以前に TDS さんがコントロールネットを使って動画の始めと動画の終わりを制御したのと同じことができるということですね。そうです。動画の始めと終わりを固定できれば、次の動画を指定する画像から始めることができますので、それらをつないで長い動画を作ることも可能になりますね。今までほとんどアニメ系しかやっていなかったので、本日は難易度が少し高いリアル系の動画を作っていこうと思います。アリスの好きなマジックミックスですね。その通りです。マジックミックスのバージョン7が出ていましたので、どうしても使いたかったので、ここで使ってみましょう。新しいモデル使って大丈夫かな？大丈夫でしょう。最近ブレイシングエボミックスのバージョン2や BRA のバージョン7も出てきているので早く使いたいのですが、アニメーションの研究もしたいし、 SDXL のフーカスももっと触りたいしで手が回っていないのですよ。ちょっと落ち着いたら美女をたくさん生成する動画を作りましょうね。そうですね。作っててなんだか楽しいやつですよね。そうそう、広告がつかないやつだね。話が変な方向に行ってしまったので本題に戻りますよ。イメージトゥイメージの画像置き場に好きな画像を入れてプロンプトを書きます。プロンプトは元の画像を生成したプロンプトと同じものを入れます。画像をプロンプト欄にドロップして矢印ボタンで展開します。長いネガティブプロンプトはエラーの元になりますので、ネガティブプロンプトは EG ネガティブのエンベッティングのみとします。75トークン超えないようにね。この画像はマジックミックスバージョン6で生成した画像なので、オーバーライドセッティングスのマジックミックスバージョン6は消去してシード値をランダムにします。画像サイズは 512×768 です。サンプラーとステップはご覧の通りです。アニメイトジフのタブを開きましょう。アニメイトジフの設定を見ていきましょう。モーションモジュールは V15 の V2 です。もう他のモジュールは使っていませんね。ナンバーオブフレームズは16で、コンテキストバッチサイズも 16、 FPS は8で、後の設定もデフォルトとします。下に画像置き場があるので、終わりのフレームにしたい画像をドラッグ&ドロップします。おっと、こちらのビデオソースの画像置き場ではないですよ。あ、間違えちゃいました。その下のオプショナルラストフレームと書いてある画像置き場ですね。そうそう、こちらはコントロールネットの設定などはいらないのですか？特に必要ありません。このままジェネレートボタンを押すだけですよ。簡単ですね。それでは行きますよ。ジェネレート。あれー、画像が最初も最後も違いますね。そうですね。似てはいますが、フレームを指定できているとはとても言えないですね。おそらく動画の2秒という設定が短すぎて、始まりのフレームが終わりのフレームに、終わりのフレームが始まりのフレームにそれぞれ影響を与えて画像を変えてしまっているようですね。短いとダメなのですね。画像の長さを8秒に伸ばしてみましょう。では 8×8 でナンバーオブフレームズが64ですね。そうです。ではこれでジェネレート。モデルを変えているので全く同じ顔というわけではないですが、明らかに始めと終わりの画像が固定できていますね。そうですね。真ん中あたりが別人になり、後半の画像への移行が突然すぎる感じがありますが、始めと終わりの画像による制御は確実に働いていますね。これで
特殊なバージョンのコントロールネットを入れて Python ファイルの書き換えしている WebUI は不要になりましたね。そうですね。最近ストレージがきつかったのでありがたいですね。ちなみに今の動画は約2分でできているのでとても早いですね。 VRAM の消費も 7.5GB でしたね。ところでイメージトゥイメージのデノイジングストレングスはどのように設定しているのですか？今はデフォルトの 0.75 を指定していますが、同じ設定でデノイジングストレングス 1.0 と 0.5 を試してみましょうか。やってみましょう。デノイジングストレングスを 1.0 にしてシード値も固定しておきましょうか。これでジェネレート。全体の一貫性は良くなりましたが、最後のフレームが最初のフレームに近づいてくる画像になりましたね。そうですね。最後がアニメイト GIF の画像置き場の画像に向かうかと思いきや、最初のフレームに戻ってきてしまいましたね。途中までは良かったのに戻っちゃいましたね。では次はデノイジングストレングス 0.5 にしてジェネレート。これは何ですか？私一瞬ホラーかと思っちゃいましたよ。なんか途中で変なものが全身にまとわりつきましたよね。なんですかね。少し気持ち悪い動画になりましたね。デノイジングストレングスが小さいので最初と最後のフレームはほぼ指定した通りの画像になっていますが、途中は何かで覆われてから変身したような画像になりましたね。これはこれで使える場面がありそうですね。変身系には使えそうですね。最初の画像は美女で最後の画像がゾンビとかにしたらかなり怖いですね。実は美女から怖い人への変身動画を作って X で投稿していますので、興味がある方は X の私の投稿を見てください。私の X は動画を作りながら投稿しているので、次の動画の内容の予告にもなっていますよ。よければフォローお願いします。怖めの画像が苦手な人がいるといけないので、この動画では映すのをやめておきますね。ところでもう少しスムーズに画像が動くように設定はできないのですか？設定できますよ。これから調節していきましょう。とりあえずデノイジングストレングスは 0.75 に戻しておきますね。この動きを制御するパラメーターはレイテントパワー、レイテントスケール、オプショナルレイテントパワー4ラストフレーム、オプショナルレイテントスケール4ラストフレームです。なんか難しい話しようとしてないですか？ああ、ちょっと難しいと思います。実はこれに関してはしっかりと説明しているものはなくて、ホームページにも Python のコードを参考にしてくださいとしか書いていなかったので、その Python のコードをチャット GPT さんに見てもらい、これらの項目を解説してもらいました。完全にチャット GPT 頼みですね。そうですよ。私の親友ですから。コードの中にはこれらの項目の計算式が書かれているようです。計算式の説明はいりませんよ。数値を変えるとどうなるかだけ知りたいです。分かってますよ。まずレイテントパワーは最初のフレームに指定した画像の影響力です。注意点はこの数値を小さくすると影響力が強くなります。小さくすると影響が強くなるのですね。そうなんです。デフォルトは1なので強くしたいときは 0.1 などとしてくださいね。実験では全フレームに対する影響力も強くなりましたね。次にレイテントスケールは最初のフレームが与えるその後のフレーム数の数です。つまりこの数値を大きくすると最初のフレームが最後の方まで影響します。ではデフォルトの32だと32フレームまで影響するということですか？いえ、実際にはレイテントパワーの影響も受けますので、きっちり32フレームというわけではなさそうです。次にオプショナルレイテントパワー4ラストフレーム、オプショナルレイテントスケール4ラストフレームですが、それぞれ最後のフレームの影響力と影響を与えるフレーム数ですね。最初のフレームに対するレイテントパワー、レイテントスケールと意味は全く同じということですね。その通りです。私はいろいろな数値を使って20個以上アニメーションを作って比較してみましたが、少し特徴が分かってきましたよ。アリスは相変わらず細かいところにこだわりますよね。はは、私の癖ですね。分かったところはレイテントパワーとオプショナルレイテントパワー4ラストフレームは
バランスを強く片方に傾けると、例えばレイテントパワーが 0.1 でオプショナルレイテントパワー4ラストフレームが 0.5 などとすると、最後のフレームまで最初の方のフレームの影響が残ってしまいますね。こちらがレイテントパワー 0.5、レイテントパワー4ラストフレーム 0.1 の動画ですが、最後のフレームの影響が動画の最初から出ちゃってますね。本当ですね。最初の画像がなかったことになっちゃいましたね。逆にこれがレイテントパワー 0.5、オプショナルレイテントパワー4ラストフレーム1の動画ですが、最後まで最初のフレームが影響を与えています。本当だ。当然レイテントスケールにも影響を受けますが、ちょうど良いのは同じ数値か、少しだけオプショナルレイテントパワー4ラストフレームが小さい数値だと思います。次にレイテントスケールとオプショナルレイテントスケール4ラストフレームですが、実験を繰り返して分かったことは、この数値は合計してナンバーオブフレームよりも大きな数値にならないといけないようです。こちらがナンバーオブフレームズ32、レイテントスケール4、オプショナルレイテントスケール4ラストフレーム2の動画です。動画ではよくわからないので、グリッドを表示すると、最初の4フレームは初めの画像、その次の2フレームは終わりの画像の影響が強く、残りのフレームは基準がよくわからない独自の動画を作っていますね。本当ですね。逆に大きく重ねると、途中の画像が2つの画像の足し算になって画像が破綻しますので、足した数がナンバーオブフレームズとちょうど同じにするか、少しだけ多くすると良いかもしれません。今回は最初の画像と最後の画像がかなり違う構図ですので、頑張って調節しても途中で急激な動きになるか、重なって構図が崩れるかという状態でした。全体のナンバーオブフレームズを大きくして動画を長くすれば、動きの変化もかなり緩和されていました。ナンバーオブフレームズが128、16秒の動画でレイテントパワー1、レイテントスケール64、オプショナルレイテントパワー4ラストフレーム 0.9、オプショナルレイテントスケール4ラストフレーム64の動画です。動画が長いので2倍速で流しています。キャラ固定のコントロールネットを使っていないので、途中で髪の毛の色が変わりますが、急激な動きが減って最初と最後をつなげられていると思います。今は全フレームをコントロールネットで制御できるので、動きとしてはそちらの方が有用ですが、少しの動きであればこちらの方が計算が軽くて生成が早いですし、変身や変形ならこちらの方が面白そうですね。今日は実写でトライしてみましたが、アニメ系の方が良かったですね。そうですね。リアル寄りのアニメ系で作成した動画を少し見てみましょう。女の人の服が少しずつ変わっていくアニメーションを作りましたよ。デノイジングストレングスや本日お話ししたレイテントパワーやレイテントスケールが複雑に絡み合うので、調節はとても難しそうですね。始めと終わりのフレームもコントロールネットのタイルほどの画像保持ではないので、動画のつなぎ目に違和感がありますね。 TDS さんのコントロールネット制御のようにはなかなかいきませんでしたね。設定を調節すればうまくつなげられますかね。でもデノイジングストレングスを少し下げた時の途中に入るキラキラは私結構好きかもしれません。このキラキラはデノイジングストレングスや2つの間の動きの量によって変わってきそうですね。でもアニメ系だと動きはスムーズですよね。動きが小さければかなりスムーズに動いていますね。少し大きめの動きを入れてみましょうか。少し不思議な感じですが悪くないですよね。ファンタジーだと思えばこれもありですね。ジャンプさせてみましたが少し無理がありましたね。設定いじればいけるかもですよね。そうですね。今度は雨が降ってきましたよ。面白いですね。ちなみに全部デノイジングストレングス 0.65 で画像を生成していますよ。 512×768 の32フレームの動画が1分ちょっとで作れていますので早いですね。コントロールネットよりも画像生成が早いので何度もトライできますね。そうですね。何度かトライして奇跡の1枚を見つけるのもありですね。それからアップスケールもできますしね。今回はかなり色々と調節してみました。気がつけば本日の画像生成枚数が3000枚を超えていましたので、この辺りで終わりにしましょう。皆さんも触りながらアニメーションを作ってみてください。では久しぶりの本日のローラのコーナーです。わあ、久しぶり。
本日のローラ。本日紹介するローラは動きを制御するモーションローラです。このローラはモーションモジュールをダウンロードした Google ドライブからダウンロードできますよ。ダウンロードできたら解凍してフォルダごとステーブルディフュージョンの普通のローラのフォルダに入れておいてください。フォルダ分けしとくと探しやすいですね。使い方は通常のローラと全く同じで、プロンプト欄に入れて強度を調節するだけです。では早速使っていきましょう。プロンプトはワンガール、ウォーキングのみです。モーションローラの中のズームインを使っていきます。徐々に拡大するやつですね。そうです。チェックポイントはドリームシェイパーを使っています。ネガティブプロンプトはバッドドリームのエンベッティングのみです。これだけで69トークンあるんですね。そうですね。エンベッティングを使うときはトークンに注意してください。一つで75を超えるものもありますよ。あと注意点としては、モーションローラに対応しているモーションモジュールは V15 の V2 のみですよ。ではデフォルト設定のままでアニメーションを作っていきましょう。歩いている女の子にカメラが寄りましたね。うまくいかないことも多かったですが、本日はうまくいきましたね。ではフレームを増やしてみましょうか。32フレームで強度を 1.2 に強くしてジェネレート。歩いている女の子を追いかけているような感じがありますね。ちなみにローラなしと違いはあるのですか？ではシード値を固定してローラなしで画像を生成してみましょう。どうでしょうか？違いがよくわかりませんでしたが。では横に並べて比較しましょう。ほら、この瞬間で止めるとローラを使った方がカメラが寄っていますよ。微妙すぎる違いですね。並べないと絶対わからないレベルじゃないですか。そうですね。もうちょっと寄ってもらいたかったですね。ちなみに強度を2にするとこんな感じですね。完全に画像が崩れちゃいましたね。そうですね。強度を上げすぎるとダメみたいですね。他のローラも使ってみましょう。まずはパンレフトです。これはカメラが確かに左に動きましたね。それに伴って女の子が画面の中心に向かって歩く方向を変えましたね。女の子がカメラを意識しているみたいで面白いですね。次はパンライト。これはちょっと失敗ですね。女の子が後ろに吸い込まれそうになりましたね。面白い動画になりましたね。右の動きはほんの少しだけあったでしょうか。次はアンチクロックワイズ。反時計回転ですね。画像は破綻してますがちゃんと回ってますね。目が回りそうですね。次はクロックワイズ。時計回転ですね。こちらもしっかり回ってますね。人も回っちゃいましたね。次がチルトダウンです。これはカメラが下を向く動きですね。ちゃんと動きましたね。カメラマンが失神したと思うぐらいのチルトダウンですね。面白いですね。次はチルトアップです。これは分かりにくかったですね。カメラの上下の動きはちゃんとありますね。この人どっちに歩いているのでしょうね。最後がズームアウトです。これも分かりにくかったですね。一部カメラが引いているところがあるでしょうか。どの動きも動画の任意のタイミングでカメラの動きが出現するので分かりにくかったですが、通常の動画生成と比較してカメラの動きが明らかに違うことが分かりましたね。今後すぐに発展しそうですね。この AI アニメーションの技術進歩はとても早いですからね。さて、本日はステーブルディフュージョン WebUI のアニメイト GIF のイメージトゥイメージでの使い方を見てきました。この動画を作っている途中の10月8日にステーブルディフュージョン WebUI のアニメイト GIF はプロンプトトラベルもサポートしましたね。視聴者さんにコメントで教えてもらいましたね。ありがたいですね。今後はプロンプトトラベルの使い方も見ていきましょうね。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。